こんにちは、ちぼです。今回はベトナム、カンボジア8泊10日のパッキングを紹介します。私は旅好き OL のちぼと言います。今回はベトナムとカンボジアの2カ国に行くんですけれども、日本からベトナムが直行便ではなくて香港を経由するっていう航空券を買ってます。なので今回は香港をトランジット観光しようと思っています。今回のパッキングのポイントは何といっても身の回り品荷物のみの挑戦です。機内持ち込み荷物ではなくて身の回り品のみなんです。先ほど話しました香港エクスプレスという香港を経由する LCC の荷物のルールがウルトラライトというグレードで身の回り品のみのルールなんです。機内持ち込み荷物と身の回り品荷物、これ何が違うのって話なんですけど、これサイズとかが違います。機内持ち込み荷物だとちょっと大きめのリュックっていうのは持ち込めます。マレーシアに行った時に持って行ったリュックは機内持ち込み荷物のギリギリぐらいの大きさになるので、マレーシアのパッキングを見ていただけると分かりやすいかなって思います。身の回り品サイズというのはズバリこれです。マリメッコちゃんのメトロのリュックがネットで調べる限り身の回り品荷物のギリギリかなっていうぐらいのサイズなんですよ。なので今回は機内持ち込み荷物ではなく身の回り品荷物で行く香港、ベトナム、カンボジア8泊10日パッキング動画になります。ちなみにこの荷物規定身の回り品荷物のみっていうルールは日本から香港を経由してベトナムに行くまでの香港エクスプレスのルールになります。なのでベトナムに着いてからはお土産買って荷物が増えちゃっても大丈夫っていう形にしています。ではここからはゆるーくパッキングをやっていこうと思います。ぜひ一緒に旅をしてパッキングしてるみたいな気分で見てもらえたら嬉しいです。まずはこのリュックが、マリメッコのメトロっていうやつで、すり対策で一応こういう南京錠もつけていって、あとは夜道とか歩くときはね危ないんで反射テープつけてます。だいぶコンパクトなサイズのリュックです。でここに8泊10日の荷物入るかな。本当にギャンブル、めちゃくちゃギャンブル。本当にもしかしたらカウンターとかで追加料金を払わされる羽目になるんじゃないかって、今回本当にできるのかっていうのはねやります。まずは速乾性の薄いペラペラのタオル、水濡らしてブンブンで振るとめっちゃ冷たくなるっていうタオルらしいんで、これ一応持っていきます。あとは着替えですね。ユニクロのエアリズムの T シャツとウズベキスタンの時に買ったペラペラのトップスを、あとはスキンケアだったりバスグッズだったり化粧品とマスクですね。今回100均で新しく新調したジップロック式のやついいなと思って、今回はだいぶ荷物も削減しなきゃいけないのでぴったりに入るサイズのこのねジップロックを買おうと思って、100均さんは優秀だね。これ買いました。ほらちょうどいいの。バスグッズとかもこのボディーソープとかコンディショナーとか無印さんでね新調しました。であとはコスメもフェイスパウダーとか100均で詰め替えのちっちゃい薄いサイズのものが売ってるってことで、これはダイソーさんで購入したんですけど、私普段はパウダーはコスメデコルテさんの使ってるんですけど、コスメデコルテさんって結構大きくてパウダーの箱があれ旅行に持ってくのちょっと大変なんですよみたいなのを喋っていたら視聴者さんに教えていただきました。ありがとうございます。あとはビューラーですね。私はまつげエクステとかまつげパーマとかやってないので結構地味に荷物になるものだったんですけど、100均でこういうコンパクトなビューラーっていうのも売ってて、無印さんでも売ってるのかな。ここをパカって開いてシュッシュッシュってやることでこうまつげを上げるっていう、カールするっていうやつらしいです。だいぶコンパクトになりそうです。こういった形でなるべく最小限にして持ってきます。といってもこんな量になっちゃうんだね。10日間もいると詰め込みます。あとは、ここら辺はアダプタ、充電器とか変換プラグとかですね。何種類ものやつが一度にこう入ってるやつ、なんかこのカバーとかまだつけたままなんだけど、1カ国限定のやつとか1個のタイプだけのやつもあるんですけど、私はいろんな国これから行きたいなっていうことで何カ国でも使えるような一体化になってるものを購入してます。ひとまとめにここに入れてます。あ、そうそう、着替えはなんか初めねハローワンツアーにショートパンツ持ってこっかなって思ったんだけど、どうしてもやっぱねこのね荷物が限られるのと、あとは私が行く時期が雨季になるんで、どうしよう雨降ってる中
楽しいかなとか、あと私があんまりツアーとかね、そういうなんですかね、集団行動があんまり得意なタイプではないのでなんかハノイの街フラフラしてる方が楽しいかなみたいな、ちょっとその時のノリで決めようと思うんで、このショートパンツはね持ってこうと思ってたけど使わないこともあるかもしれないということで、ここら辺はね最終的に決めようと思うんですけど、あとは今回大事なのはその行きがだいぶウルトラライトっていうめちゃくちゃギリギリの荷物規定になっているので、でも現地ではやっぱり買い物したりお土産も買って荷物が絶対に増えるなって思っているので、今回こちらを持っていきます。この折りたたみのショルダーバッグですね。これ無印さんなんですけど、これめちゃくちゃ良くて、ちょっと一回広げよう。折りたたみになってるんだけど、サイズ結構大きいんですよ。これぐらいの大きさで、マッチもこう15センチぐらいあるんじゃないかな。これぐらいちょっとサイズはここに載せておくんですけど、2種類あって、ちっちゃめの方にしました。そこまで大量にお土産とかね大きいものを買う予定もないので、これぐらいでいいんじゃないかなっていうことでこちらのサイズを購入しました。でこれは私はバックパックで行くスタイルなんですけど、スーツケースとかで行く方はこちらの裏側にキャリーケースの取っ手にシュッて通せるような紐がついているので、結構そういう旅行を想定して作られているようなバッグになってます。なので今回は荷物規定が厳しいので、こちらを持って行って現地で買ったお土産はこちらに入れて帰ってこようと思います。あとはですね、機内ポーチ、機内で使うものですね。アイマスクだったり耳栓だったりフェイスマスクですね、肌の乾燥対策などを持っていきます。同じくネックピローもこの折りたたみ式のネックピローを持っていきます。いつもフットレスト持ってってるんですけど、今回は荷物規定も厳しいのでフットレストは持っていきません。で今回は日本からベトナムもカンボジアから日本帰ってくる時も直行便ではなくて経由して乗り換えて帰るような形なので、一回一回乗るフライトっていうのがちょっとやっぱ短めになるので、そこら辺我慢しようということで今回はフットレストは持っていきません。あとはこちらも新調したエコバッグですね。今回はもう超コンパクトにしたくて、これはスタンダードプロダクツさんっていう100円ショップダイソーさんのいい感じラインみたいなやつで1個300円、でも300円です。安くてカラビナもついてるから外付けもできるし、なんかにくっつけることもできるっていうやつですね。で素材はナイロンです。ナイロンなのですごい丈夫だし、この袋もエコバッグに一体化されてるので、この収納ポーチもなくさないっていうやつですね。色柄は何種類かあったので好きなの選べます。ちょうどいい大きさ、こんな感じで服とかぶってるのいいこちらももう一回折りたたんで持っていきます。あとはいろいろ小物類が入ってるやつですね。やっぱり暑いのでこういう塩分タブレットは持っていきます。あとは薬ですね。モロッコの Vlog だったりウズベキスタンの Vlog を見ていただけると分かるんですけど、私ちょいちょいねお腹崩したりとか、マーライオンしているので、そういった経験も含めてこういうのを持っていきます。あとはこういう安全ピンとか輪ゴムとかあるとたまにすごい役立つってやつです。私は身長が低いので現地で服買った時とかに丈が長いとかそういったことあるんです。ウズベキスタンでも買ったパンツの丈が長くて、そういった時にこの安全ピンで裾をちょっと仮止めして現地で着るみたいな形でやってたので、低身長の方とかは意外とこの安全ピンっていうのが現地で洋服買ったりした時ちょっと裾を引きずっちゃうんだよなみたいな時に役立つかなと思います。そういう意味でこういうちっちゃな小物を入れたポーチも持っていきます。あとはこちらですね、体温調整用にポケッタブルパーカー、こちらユニクロさんですね。私今回ですね棚田の方に行くんですけど、棚田の方は山岳地帯の方になるので、やっぱ朝晩はちょっと気温が下がったりちょっと肌寒くなる時があるかもしれないということでこちらを持っていきます。あとは熱中症対策用に帽子ですね。で私の帽子は顎ひもついてないんですけど、これは100均で後付けできるものを買いました。100円ショップで買えるので紫外線対策に帽子持ってくけど顎ひもなくてっていう方はこういうのがあるとすごい便利だと思います。旅先で帽子飛んでなくなっちゃったっていうことがね防げるのでおすすめです。サングラスですね。サングラスもこちらも一応持っていきます。そして旅行では毎回持っていくセキュリティポーチですね。こちらはお腹に巻きつけて貴重品をこう自分の身の回りに身につけておくっていうポーチになります。私は基本的に海外一人旅行くときは必ずこちらを持ってっています。スリだったりなんか物をなくしちゃったり忘れちゃったりっていうこと結構私は抜けてるタイプで怖いので、これがあるとすごく安心です。
パスポートもこんな形で余裕に入りますし、クレジットカードはここの表の方のポケットに3枚で、ここパカッと開けてこっちにも3枚入る仕組みになっています。で2個こういう風にポケットがあるので、カードを入れる方だったりお金入れる方だったりっていうのを分けて収納することができます。でこちらの素材はスキミング防止素材になっていて、スキミングっていうのがですね、その非接触でカードの情報を盗むっていう犯罪になるんですけど、それの防止素材になっているので、なんか機械を当てられても読み取られない、カードの情報が読み取られないっていう防犯面でもすごく高いポーチになっています。カラビナなどもあるので、ホテルの鍵などをここにね差し込んだりっていうこともできます。こちらは毎回私は海外旅行に行く時にとてもお世話になっているので、今回も持っていきます。あとはこういったティッシュやウェットティッシュだったりタオルだったり汗拭きシートなどはね、こういったものは持っていきます。ウェットシートなんかは屋台とか行く時とかにも絞りとかは出てこないし、テーブルとかがちょっと汚れている場合とかもあるので、こういうウェットティッシュ持っていくとすごく便利だと思います。これはシンガポール、マレーシア行った時もすごく重宝でした。あとは海外でのスマホの持ち方なんですけど、私は手持ちはしないようにしています。手持ちをしてしまうとね、やっぱりひったくりとかにもすごく合うかなと思うので、こういった100円ショップで買えるショルダーストラップにスマホをつけて持っています。首から下げてスマホを持つっていう感じですね。もちろんこれで 100% の予防にはならないんですが、いかにも取れそうだなって思われないような工夫をしています。あとはちっちゃいノートとペンですね。今までも行った国の言葉をちょっとだけ覚えていくみたいな感じにしてるんで、今回も挨拶とかメモしたりしています。ちなみにこちらはロスバゲ対策の動画でも紹介してるんですけれども、リュックにはこのエアタグをつけています。 GPS 機能を備えたガジェットですね。これをつけた荷物の現在地がスマホから確認できるっていうものになってます。ロスバゲだったり、防犯のスリの対策などにも使える便利グッズになってます。キーホルダーに入れてカラビナちゃんにくっつけて持っていってます。ちゃんと自分の荷物が空港についているか、そういったことの確認にも使えるようになっています。詳しい方はぜひロスバゲ対策の動画でもご紹介してますので、ぜひそちらをご確認ください。すいません、カメラを入れ忘れてたのでカメラを入れました。はい、以上がベトナム、カンボジア、香港の8泊10日のパッキング動画でした。実際にですね、本当にこの荷物で行けるのか、カウンターで追加料金を払わされる羽目になるのか、帰国後の Vlog で結果発表させていただこうかなと思います。そういった点も含めて皆さんの旅の参考になったら嬉しいです。その他にも各国の旅の Vlog やスリやロスバゲ対策だったり、旅先での購入品紹介などいろんなコンテンツを発信中です。よろしかったらまたぜひ遊びに来てください。この動画が面白いと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。果たしてこれでいけるのか、ぜひお楽しみに。バイバーイ。